とんでもねえものを見たと思ってさ、ビーバーに次ぐ。そうビーバーに次ぐ。カナチューのバスの中でこのケースには思い出に残ってるよね。何落としたんだこの小僧みたいな。やっぱニジマスってすごいよね。すごいです。俺もう腰抜かすかと思って大蛇がいるわけよ。頭こんなよ。川口探検隊も角屋という。この番組は芦ノ湖山木商店、アル工房、遊漁船北丸、 ATFC 株式会社カムパネラ、株式会社司総研、相模湾サザンブルー、タコ足、ラグーン、レストラン&バーバモノス、テル、羽生拓也さん、ヤシチ以上の仲間の提供でお送りします。さて、前回は最初の頃のリール、クローズドフェイスとスピニングを見せてもらいましたけど、ちょっとそこからまた時代が進んだ先の竿とか、その辺見せてもらいたいなと。高校時代になるとミリオネアってわかる？大和の、はいはいはい、要するに後継でどちらかというと海の方のゲームとかに使われるようになるけど、初期がアブ買えないその若者たちの間でミリオネアが流行った時代があって、僕も買いましたよ、スーパーミリオネア。はい、あ、本当？はい、あったんだけど、俺は中学高校になるとさ、より遠くに行きたいもんだからバスに乗って行くわけだよね。はい、で今はいわゆるダムが、神奈川県ってダムがすごく多いので、で後々その丹沢湖になって沈むんだけど、その源流帯の余津川、黒倉、中川ってはヤマメのポイントで、よくそこに親父とルアー行ったりフライ行ったりしてたのね。で親父が厳しいので釣りに対して、なので自分一人でバスに乗って行くっていう。でその頃にね、長いの持っていけないってものがあって、テレスコピックパックロッド、当時のこれ全然関係ないガルシアのステッカーがセロテープで貼っちゃってあるけど、これをね当時通販でね買った。アマゾンで。いやアマゾンねえよでこう見て、ここ、はいはい、SP5L これ気楽のテレスコピックパックロッドなのよ。はあ。でね、これねここさちょっとへっこんでんじゃん。もうこのへっこみを、いいですね、思い出ですね、全部ね。へこみを隠すためにこのなるほどガルシアのステッカーを後々貼ったんだけど、なんでここへこんだかっていうと、カナチューのバスの中でこれが何かの弾みで俺のそのナップザックから落ちるわけよ。はいはいはい、ね、でね、バスの中でこれが落ちて、でそんな頃いますわね。そう、これがものすごいここでやってもそうだけど、はいはい、バスの中でものすごい音がする。ガラガラーって。で何落とした、そう何落としたんだこの小僧みたいな目で見られそれがもうこのケースには思い出に残ってるよねでそれがなんかその恥ずかしかった思い出を消すのに、ここにバンドエイドのように貼ってて、これ今でもこれ見て、このガイドすごっ。
当然富士ではないですね。ねえ、針金ガイド。針金ガイドで、ここはもうキャップが飛んじゃってるから黒ビニテでこう祝いであって、このキャップもどこかにいるんだろうな、日本のどっかにいるんだろうね。でね、こうティップ折れちゃってさ、なんかちっちゃい跡がありますね。ミニチュアのガイドを後で当時の俺の多分おふくろからミシン糸かなんか借りてきて巻いて、でセメンダインでコーティングしてって感じなんだろうけど、でね、これを当時はこれでそのニジマスだとかヤマメだとかを、でよく言ったのは当時さ、マス釣り場、いわゆる今缶釣りって言い方するけど、当時はさ、国際マス釣り場ですか。それいわゆるよくありますよね、あの辺。そうもうあちこち行った中津川もそうだけど、権現平マス釣り場だとかね、隼人川国際マス釣り場、なんで国際マス釣り場っていうかね、すごいですよね。やっぱりその外来種であるところのニジマスを釣らせるための釣り堀なんだと。まあフライでキャリアのある方はトーマス・ブレックボーンのねヨーザーとか、皆さんおなじみだと思うんだけど、当時その中学生高校生だった俺はあちこちのその川でフライやったりルアーやったりして、ルアーはこのセットでやってたな。やっぱりニジマスってすごいよね。すごいです。僕らにとっては憧れですよね。全くいなかったので、広島県は、全くいなかったので、やっぱ国際なんちゃらは憧れましたよね。今はもう絶対ね、言わないけど、だからゴルフ場もそうだし、国際ばやりだったね。あとやっぱり米兵さんが多かったっていうのもあるんだと思うんですよね。そうね。いやでもいいですね。このフェルールのとことかもうだいぶすごいよな。このさ、どうやって作ってたんだろうな。どなたか持ってないですか、この竿ね。同じ。いや持ってるよっていう人いると思うんだけど、これはルアースピナーとかですか。やっぱスピナーとスプーンで、足の甲なんかにも持ってってボートからやったりもしてたし、でまあ大学ぐらいになってさ、今度富士五湖の方でバスが増えたりなんかするようになるから、高校の時なんかはよく山中川口に行ってたよね。当然エレキがないので。ないですよね。手こぎだけどね。あの頃のその相模湖とか、富士五湖はもうそろそろ結構ルアーの人はいる感じなんですか。いやいたね。俺は高校が横浜線の淵野辺っていう駅だったので、そのまま横浜線で、八王子方面の方に向かっていくと橋本っていういわゆる、新しいリニア新幹線の神奈川新駅ができる予定だったんだけど、俺の高校時代の橋本駅ってトタン張りのバラックのような駅で、今でこそね、立派な駅ですごい工事で、しかもその新幹線が通るっていうんでものすごいマンションがね、高層マンションが建ってるけど、当時の橋本駅ってのは本当にね、田舎の国鉄駅に過ぎなくて、でそこからバスに乗ると津久井湖行けたので、御影駅のバスに乗るとね、でだから上の同士の方じゃなくて、どっちかというとダムサイトに近い矢口釣り具店がある方のその貸しボート屋さんでボート借りて手こぎでね、一生懸命やったのが俺の、高校時代。つまり定期でバス釣りに行けるっていう。なるほどね。僕全然知らないですけど、西日本って、そのレンタルボート文化もないんですよ。ああいう感じの亀山湖とかみたいな。その当時のボート、その
結構ボートってどのタイミングで入れ替えるのか僕分かんなくて、その当時って新品のボートだったんですかやっぱ。いやもう使った感は結構あるんですか。いわゆる FRP のローボートですか。ローボートだったり木造船もあった。さあそれ逆にかっこいいな。で当時は当然エレクトリックモーターがないから、ただねフルーガーかな、そのエレキを使ってる人は何人か見た。いるんですか。いた。その頃やっぱ東京から来るのは人たちっていうのはちょっとお金持ちな感じなんですか。ボート引っ張ってきたりとかはまだない時代ですか。トレーラーはまだない。まだないですか。カートップもないっていうのはアルミボートがそんなないから、なるほど。当時はまだ。なので俺の高校時代はやっぱりその津久井湖に関してはレンタルボート利用だったね。でね、そのさ、今でも俺ヘビ嫌いなんだよね。僕ヘビ年ですけどね。僕むしろ大好きな感じですよ。そのヘビ嫌いのねトラウマになったのはね、結構この津久井湖の思い出が大きくて今さ今年の冬ってすごい乾燥してたから、津久井湖って減水してね、っていうのは相模川は水残しといて、その代わりの津久井湖は先に落とすっていうんで、津久井湖ものすごい今減水してるけど、当時ねダムサイトに近いところのガレ場にね、その時俺一人よ、手こぎでこう漕いでさ、でバス釣ってたわけ、高校生よ。だからさ、頭がさこんなでかい笑ってるけどすごかったですか。ヘビガレ場のところでこうやっているわけよ。こうもうリザーバーで釣りやった経験のある人皆さんもご存知だと思うんだけど、こうガレ場ってこう岩がこう、あって、そこにこういう風にね大蛇がいるわけよ。頭こんなよ。ほいで俺ボート漕いでさあやるかってなった時にもうこのまま固まっちゃったわけなんだこれと思って、したらね、それは東引きガエルを後ろからこう食って飲み込もうとしてたそのヘビだった。目いっぱい広がってたんですね。そう、顎外して。つまりここにカエルがいて胴体がヘビなわけだ。それを要するに朝一のさ見てしまったと、薄暗い中で見たわけよ俺もう腰抜かすかと思って、とんでもねえものを見たと思ってさ、ビーバーに次ぐ、そうビーバーに次ぐ大蛇よ、津久井湖のやばーとか思って。それは怖いですね。怖いでしょ。こっち見てんだわってこうやって、見てたのはカエルかもしれないですけど、ね、カエルなんだよ間違いないでね、でなんでそれカエルかって分かったかっていうと、そのエビも俺に驚いて、そのカエルをその場で吐いて、でスーッと逃げてたの。したらさ、カエルのもう下半身がさ、もう溶けかかってる。そうなんだよ、真っ白になって、でうわすごい光景を見たなでもないもの見ちゃいましたね。そうもうなんか野生の王国というかさ、素晴らしい世界旅行というかさ、川口探検隊で川口探検隊も角屋という津久井湖っていうとその大蛇の思い出そんな日は釣れたんですか。釣れたよ。そんなでかいの釣れなかったけど、トップででね、もう言うと俺のその通ってた70年代の中後半の津久井湖っていうともうねちょっと釣れなくなってる時期なの。それでももう大爆発の時期はそれよりさらに前のベトナム戦争時代、あるいはその前の朝鮮戦争時代にもうここで言うのもあれだけど、神奈川県って実はものすごい数のアメリカ軍基地があるのね。でザマキャンプ、要するに極東総司令部だよね。で陸軍の相模原補給所、横須賀、厚木で基地があって、その米兵の人たちが来て釣りを楽しんでて、特にルアーは津久井湖、相模川それを楽しんでて、でこれもまたちょっと長くなるのでまた次回に回しましょう
面白そうですね、その話もね。いや、それでもなんかちなみにその70年代の前半っていうのは、情報はどうやってこうみんな得てたんですか、釣りの。もうルアー雑誌はあったんですか？別冊で出たりとかフィッシングの特集で出たりとか、その程度よ。じゃあもうあくまでも総合誌の中の一ジャンルみたいな。だね。だからまだまだその釣り人社さんの、バサーだとか、あるいはフリーウェイが編集していたタックルボックスとか、そういうのまだ影も形もっていう時代なので、その情報っていうより、あと口コミ、と仲間が先週行ってこうだったああだったっていう話から、あと釣り具屋さんとか、あと釣り具屋さん情報だよね。で行くのがやっぱ主だったな。でも歴史としては面白いですよね。その頃当然釣りして楽しいことをしてた人たちが後のその本とかメディアを作っていくわけですよね。そうだよね。その頃少年だった人たちが、そうだね。なんかいいですね。そういう話にもちょっと今度してみたいですね。この番組は芦ノ湖山木商店、アル工房、岩手県大船渡市沖来遊漁船北丸、 ATFC 株式会社カムパネラ、株式会社司総研、相模湾フィッシングガイドサザンブルー、タコ足、ラグーン、レストラン&バーバモノス、テル、羽生拓也さん、ヤシチ、以上の仲間の提供でお送りしました。